皆さんこんにちは。ハームンコ夫婦です。この日はゴールデンウィーク初日待ちに待ったお休み、スーパー2軒はしごしてお刺身をゲットということで、手巻き寿司パーティーでプチ贅沢しちゃいます。共働きの我が家、平日のご飯は適当になりがちなので、お休みの日くらいはちょっと贅沢したいということで、今日はそんなプチ贅沢な夜をお届けします。本日のメニューはこちら。豪華手巻き寿司と茶碗蒸し料亭の味の巻。まずは茶碗蒸しの準備から。料亭の味って自分で言うやつか確かに自画自賛。でもまあこれはね、マジで料亭だった。まあ確かにこれは料亭の味と言っても過言ではなかったはい。てなわけで、ちょっとかまぼこをね、つまみ食いを挟みつつ、茶碗蒸しに入れていく具材を切っていきます。本日作る茶碗蒸しは、かまぼことしいたけ、鶏肉、三つ葉という定番の茶碗蒸しです。まあ定番が一番美味しいよね。てか茶碗蒸しってよくお寿司屋さんにあるイメージない？ある。なんでだろうね、あれ。確かになんでなんだろうね。具材が喧嘩しないからかね。喧嘩？どういうこと？お寿司のネタはさ、俺がじゃない？僕マグロです。イクラです。私はサーモンです。どれにしますか？へんみたいな。まあ確かにマグロとか俺主役ですって感じだよね。そうそう、全部主役ですみたいな。でも茶碗蒸しはさ、なんかそれがあるだけで一気に上品になるっていうか、中の具材がみんな仲良くおとなしく待ってるって感じで、食べたらすんごい美味しいみたいな。つまりなんていうか、お寿司を食べた後の茶碗蒸しは落ち着くよね。まあ要は茶碗蒸しの具材は仲良しってことか。そうそう。卵を溶いた後ね、こしていきます。なんだけど、全然卵液が落ちてこなくてびっくりしてます。確かに全然落ちてこないね。詰まってんのかこれ。ちょっとね、ダメだこりゃって思いながら別のでトライ。これは大丈夫そうだね。てか茶碗蒸しって卵こした方がいいんだ。そうそう、こすことでね、ちょっとつるっとした食感になります。そういえば料亭の味に欠かせないものは何ですか？それはですね、白だしです。白だしですか。はい。ちょっと普通なんですけど。白だしを加えて混ぜていきます。それを器に注いでいきます。でもこれ美味しかったからまた作ってほしいな。美味しかったよね。意外に簡単だしね。で、フライパンで蒸していきます。なんか付近が昔ながらの台所感あるね。確かにおばあちゃん家とかにありそう。中火から弱火で15分くらい蒸していきます。蒸した後がこんな感じ。プルンプルン。いい感じ。こっちもプルンプルン。続いては手巻き寿司の準備です。まずはきゅうり。このきゅうりはね、ちょっとでかく切っちゃったってのもあって、なんか負けなかったよね。で、醤油麹つけて食べたらめちゃめちゃ美味しかったね。美味しかった。続いてはサーモン。サーモンがね、一番好き。N ちゃんサーモン好きだよね。俺はマグロが一番好き。確かにジェイクはマグロだね。回転寿司行ってもマグロから頼んでるよね。マグロから頼んでマグロで締める。なるほどね。続いてはタコ。タコも美味しいよな。ね、タコもうまい。イカタコってなんかエンドレス。確かになんか兄弟感あるイカとタコって。確かに。てか斜めに切っていくといい感じになるのね。なるほど。そうそう。うまいね。そうかな。最後の巻き巻きは、ちょっとこれはこれでいっか。ちょん。それでは盛り付けていきます。盛り付けは大事です。盛り付けのセンス重要。こういうの俺センスないからな。確かに。N ちゃんは得意だよね、結構。そうかな。多分俺がやったらとりあえず空いたスペースに乗せました、詰め込みましたみたいな感じになっちゃうから。確かにジェイ君不器用だからね。おいおいおい。でもさ、買ったお刺身を並べるだけだから簡単でいいよね。そうだね。イカも配置して、最後は主役の登場。イクラ様。様々。
なんか神みたいになってる。はい、神です。完成。完成。あ、本当の神はこっちでした。本マグロ。ジェイ君の大好物。はい、大好物。美味しそうだ。もう脂がいい感じに乗ってる。こっちも完成。続いては次は明太子となんだ、あ、大葉ね。大葉大事。明太子と大葉、この組み合わせも美味しいんだよ。大葉はね、他にもちょっと使いたいから多めに準備。続いては缶を、ツナか。ツナマヨを作ろうと思ってます。ツナマヨね。なるほど。うちの実家だと手巻き寿司やるときにツナマヨってやったことないかも。結構手巻き寿司って家によっても具材のバリエーション結構違いそうだね。確かに家によって違うかもね。でも私はツナマヨも好きなんだよね。おにぎりとかもツナマヨあったら選んじゃう。ツナとマヨネーズって最高の組み合わせだもんね。そうだね。完成。はい、続いてひき割り納豆ですね。N ちゃん毎回回転寿司行ったら、納豆最低2皿は頼むよね。確かにそうだわ。なんか納豆いつでも食べれるし家でも食べれるのにってずっと思ってた。そうだったの。次はキムチ。キムチ。はい、続いて酢飯の準備です。お酢、砂糖、塩で寿司酢を作っていきます。砂糖が残り少ない。そうだね。そして塩ですね。大丈夫か。で、出過ぎた。あたふたしております。不器用J君。盛りすぎた塩を戻してと。そして混ぜたら寿司酢完成です。今日のご飯は4合です。本日のご飯は4合です。はい、右手にカメラ、左手で桶を持ってたら重くて落としそうだったよ。先ほどの合わせ酢を全体に回しかけて混ぜていきます。その後は2人で全力で粗熱を取っていきます。おりゃー。我が家では醤油の代わりに自家製の醤油麹を使います。醤油麹はお刺身との相性も抜群なのでぜひ試してみてください。作り方は概要欄へ。最後に海苔の準備ですね。はい、海苔の準備です。海苔も高くなったよね。シミュレーションかな。はい、斜めにハサミを入れることで巻きやすくなるのでこの辺かなとシミュレーションをしております。入念に。はい、大丈夫か大丈夫かしらと思いながら切ってます。さあどうだ。あっちゃー。ちょっとずれたが。シミュレーションしたのに高さ合わず、まあ良いでしょう。良いでしょう。こうやってね切ることによって綺麗に巻きますのでおすすめです。これ画期的だね。はい、海苔完成です。準備完了。豪華。いただきます。豪華おうち手巻き寿司。オープン。わー。いい香り。私は今夜は本麒麟ですね。本麒麟を注いでまいります。いい泡ですね。私は気になってた贅沢搾りプレミアム。乾杯。乾杯。うまっ。めっちゃうまいこれ。これね、プレミアムだったよね本当に。ぶどうの味が濃くてなんか高級なぶどうジュースって感じだった。ね、しっかりプレミアム感あったね。めっちゃうまかった。すごいね。なんか高級なぶどうジュースって感じね。皆さんもぜひ飲んでみてください。続いては待ちに待った手巻き寿司。何から最初に巻きますか？私は大好きなサーモンから。見てみて美味しそう。でもね、なんか欲張りすぎて舌閉まってません。味はどう？めっちゃうまかったよ。
沢。これは大好物のマグロとイカから乗せていきます。ちょっとキュウリはでかすぎて乗らないねなんて言いながら、わさびもマストだね。わさびと醤油麹を乗せていただこうと思います。いただきます。うますぎる。よかった。今度は2人でイクラをたっぷり。かわいいね。いい感じに巻けた。かわいい。いただきます。いただきます。口いっぱいにイクラを頬張れるなんて幸せだ。幸せだね。続いては茶碗蒸し。どうですか？うますぎ。なんか料亭の味。すごいな、自画自賛。幸せな夜ご飯だった。ね、たまにはこういう贅沢もいいよね。よきよき。なんか最初は綺麗に巻こうとしてたけど、もう食べるのに必死なのとたくさん巻きたいってなって、後半はもう形どうでもよくなってきてるね。確かに盛りすぎてしまらなすぎたな。このチャンネルでは共働きアラサー夫婦の私たちが自家製の麹調味料を使ったちょっぴり健康なおうちご飯を発信しています。今日の手巻き寿司にも醤油麹を使いましたが、他にも麹調味料を使ったいろいろな料理を2人で協力して作っています。どれも簡単で健康を意識して作っているので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。麹調味料の作り方は概要欄にリンクを載せています。1日1回かき混ぜるだけで簡単に無添加調味料ができるので、ぜひチェックしてみてください。また料理が苦手な僕でも作れる料理を作っているので、チャンネル登録して来週も見てくれると嬉しいです。最後はね、お刺身として醤油麹をつけて食べたよね。うまかった。2人で米3合も食っちまったな。確かに食べ過ぎ。まあ美味しかった。幸せだった。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。